綺麗だね。エアコンのね配管です。配管は基本的にドレンホースがこちら右側についてて、ここから穴を開けて外に出すっていうやり方が主流なんですけど、今回はねちょっと壁の感じとかもあってこちらから出したいので、なのでこっちに穴を開けて配管もドレンホースもこちら左側に出すという感じですね。左出しっていうよりは左の壁に出すっていう感じでやります。なのでこのまま一直線なんですけど、本当は穴を開けてから外で配管をつなげればいいんですけど、今回左から出すのでちょっと面倒くさいんですけど、先にここで配管をつけてそこから一緒に壁の外に出していくという感じです。このドレンホースを左側から出したいので、ここにネジがついてるのでこれを外して取り外します。落ちないように。ドレンホースをね右出しから左出しにしたので、もともとついてたキャップをこちらにつけていくんですけど、さっき手でね押し込んだんですけどね、やっぱこういうのはちゃんとやった方がいいと思うので、こういう風に六角をね刺せるようになってるので、これを刺してこれで押し込んでいきます。で押し込んだ。こういう風にね本体までここから 182mm ですよとか、穴はここに開けますよとか、そういうのも書いてあるんで、これ通りにやっていきます。土壁の間に合板があったんで、それを割りました。ここに板、断熱、土壁、合板、土壁っていう感じでしたね。入れて黒白赤。
よしよし、お、来たね。来たじゃん。これもね買いました。これだけあれば足りるか。ました。この下に行かないようにね。よし、こっちに入れよう。で、ここまで。お、いいね、いった。よし、いい感じです。ドレインホースベスト。
真空ポンプです。これからね何回もクーラーつける気がしたので、真空ポンプとか全部買いました。から見えるぐらいまで入れてきます。このマニーホールドというゲージを使って真空引きをします。高圧と低圧側があり、ローと書いている青色の低圧側を使用します。真空引きをしてここの数値をマイナス1の状態にします。やりながら解説していきます。
チャージバルブ、コントロールバルブってやつも買いました。これがあるとここの虫ピンがあってね、ここ取り外す時に真空の状態のまま外せることができます。カスコなど有名なチャージバルブは高かったので Amazon で1000円ぐらいで売っているものを購入しました。これの仕組みが伝わっているのか分かりませんが、そのままホースをつないでしまうと外す時にどうしても配管に空気が入ってしまいます。真空にしたいのでこのチャージバルブは必須です。先にチャージバルブを取り付けてから中の虫ピンを動かして開閉ができます。なので外す時にピンを回して閉じてから外すことができるので真空状態のまま開閉ができます。とりあえず買ってやれば何を言っているのか伝わると思います。で、曲がってる方、よし、マイナス1になってる。とりあえずこのまま15分ぐらいやってみます。よし、いいね。うわ、甘っ。めちゃめちゃ甘い。うまい。はい、真空引きできてますね。閉めます。OK。
か。お、冷えてますね。クーラーつきました。やった。これでやっと。ああ、よかった。はい、室外機のねバランスが悪かったので室外機の下に置く台を買いました。で室外機置いてる場所がちょっと傾斜があるので傾斜用の台を買いました。これをつけるとこのように多少の傾斜だったら水平にしてくれるのでめちゃめちゃ便利です。これセットで売ってたのでモノタロウで購入しました。穴が開いているのでここで外壁に固定してで上からかぶせるという感じです。でここにつっかえがあるのでここまで入ります。
しい。ほんとね、つけてよかったです。最高。本日もお疲れ様でした。最後にエアコンの取り付けで使った材料や道具などをまとめていきます。実際に自分で取り付けたい方やエアコンの知識を入れておきたい方はこのままご視聴ください。今回使ったエアコンはアイリスオーヤマの14畳タイプです。部屋は狭いのですが、古民家で断熱性能もあまり高くなく、土間と一緒に使えたらなと思って14畳タイプの大きめのサイズにしました。100V で使えて配線も楽だったのでこれにしました。サイズとパワーなどのスペックはこちらです。室外機込みで約7万5000円で購入しました。本当は黒か茶色も探していたのですが、買う時にちょうどいいやつがなくてこちらにしました。6畳とか小さいタイプだったら4万円以下で購入もできるので、自分で施工するとだいぶ安くできると思います。続いて配管は一つ一つ買うのが面倒だったので Amazon で配管セットを購入しました。4メートルタイプのものをそのまま使いました。曲げにくかったりもするので長めの配管を買うことをおすすめします。セット品はエアコンの配管とドレンホース、あとはテープと化粧テープ、配管を壁と固定する用のグリップ、パテ、室内機と室外機をつなぐ電気の配線もついているのでこれだけで OK です。僕はパテと化粧テープはぐるぐるに巻きたかったので追加で別で購入もしました。基本的にはこれだけあれば OK です。あとは配管をカットする場合はフレアツールセットも必須です。今回はたまたまちょうど4メートルでいけたのでカットしませんでしたが、カットする場合は配管をカットしてガスが漏れないようにフレア加工もしてナットで固定する形です。他の商品と比べて安めのフレアツールセットも購入しましたが普通に使えました。以前カットをやったこともありそこまで難しくないのでこちらのセットもおすすめです。あとは真空引きといってエアコンを使う前に配管の中を真空状態にする必要があります。これをすることでエアコンの効率も上がり故障もしにくくなるので必須道具です。エアコン真空ポンプガスチャージキットを購入しました。1万円ぐらいしますが何回も使うわけではないのでこちらも他の商品と比べて安めのものを購入しました。特に使用に問題もなかったのでおすすめです。ゲージやホースもついているのでこれで真空引きができます。車のエアコンにも使えるし今後部屋のエアコンを増やす可能性も高いのでレンタルではなく購入しました。ちなみに先ほど紹介した配管を加工するセットと真空引きセットがついたレンタルも多くてヤフオクで2000円ぐらいでレンタルできるので正直レンタルの方がおすすめです。僕も昔キャンピングカーにエアコンを取り付けた時はヤフオクでレンタルしました。数日間借りられて追加で購入もなく真空引きと配管加工もできるので最高です。最後に壁に穴を開けるドライバーとビットなども必要ですがこれだけのために買うのはもったいないという方はホームセンターとかでレンタルもできます。正直工具はかっこいいので買うことをおすすめしてます。なので結論レンタルも多くて工具が何もないっていう方でもできるのでぜひやってみてください。僕はこういう工程は失敗しても面白いなと思うタイプなのでいろいろやってますがあくまで失敗前提なのでハウツー動画ではないです。これからも失敗しながらものづくりを楽しんで動画でもシェアしていきます。長くなりましたが最後までご視聴ありがとうございます。参考までに使ったものは概要欄にまとめておきます。あと昔にキャンピングカーにエアコンを設置した時の記事もあるので文字で見たいという方はブログもご覧ください。本日もお疲れ様でした。